く節気っていうから、はい、節気っていう単語だと思ってますと、節と気なんですよ。この冬至夏至に一番術書きやすいというか、来年度に向けての術を書ける。その歪みが起きる瞬間が一番占いとしては術が書きやすいんですよ。術を書きやすい。うん。サムライトレーニングチャンネル、略してサムトレへようこそ。本日も父帝兼次通りよろしくお願いします。はい、お願いします。今回のテーマは通りから見た2025年についてになります。旧正月も過ぎて2025年に切り替わったんですけど、はい、3月20日に春分の日というのがあるんですけど、はい、その春分の日っていうのはどんな日になるんですか？どんな日でしょうね。いや、節気っていう24節気ってあって、はい、要は20に分かれるわけですよ。24ってことは1年間を20に分けましょうって話。そのうちで、秋分だとなんだかんだって言っている中の一つなんですけど、はい、簡単に言うとね、一番大事なのは以前から言っている冬至夏至なんですよ。でこれで1年間を、前半後半に分けてますと。はい、でその上でさらに細かく使いやすくしているのが節気っていうやつなんですね。節気、でよく節気っていうから、節気っていう単語だと思ってますと、節と気なんですよ。分けるんですか？さっきの3月4日ってのは節なんですね。はい、で中にもう一個15日くらい経つと気があるんですよ。はい、でまた節があるんです。はい、よくだから節の方だけみんな見てるの、気を忘れちゃってるんですよ。でこれが抜ける時期があって、これが抜ける時期をうるうって言ってるんですよ。うるう月。うるう月。はい。そう。だ節ってなんですかね。月の周期に入ると1ヶ月約30日じゃないですか。はい、その中に普通は節と気が入るんだけど、はい、この気が入らない時があったりするんですよ。でずれてるから30日だけど 29. いくつだから。だいたいそれを少しずれていくんですね。で今の新暦だとそれをうるう年って言ってて、はい、何年かに1回、2月の20何日っつって、はい、日にちが多かったり少なかったりするじゃないですか。はい、1日多く足してますよね。はい、だけど昔のやつは月で調整したんですよ。だから1月2月3月3月とかね、はい、同じ月が2回またがっちゃったりする。初めて知りました。それが暦の、構造があるんですよ。その中のその考え方の一つで節気があるっていうところで、何かというと、太陽暦と単位暦ね、月と太陽の暦を並べた時に、どうしても歪みが起きるところと、調和が整っているところ2つあるんですよ。その歪みが起きる瞬間が一番占いとしては術が書きやすいんですよ。術を書きやすい。整ってるってことはこれ崩さないと入る余地ないわけ。乱れてくるとちょっと生じる。乱れた時に乗っかって収束する瞬間に術書きやすいとか、そういう時期を逃さないようにするのにそういう節気を使っていくっていう、そういう感じの場が乱れる場所を見つけるためにそういう計算式があると。だから秋の3月8日は何ですかっていうよりも、その節気はどう使ってますかの話になってくるんですよ。で一番調和が積み詰まりやすいのはさっきの冬至夏至なんだけど、これを思いっきりずれる瞬間なんですよ。そうするとこの半分に影響するから、この冬至夏至に一番術書きやすいというか、来年度に向けての術を書ける。だからその冬至と夏至が、本来は一番重要っていう。陰陽が反転するのがね、他は陽だったら陽の時間だから、陰に変えるって難しいんですよ。でこっちは陰だから、陰の時間だから陰を陽に変えるのは難しいんですよ。ここはずっと陰の時間帯だから、そこを陽に変えた瞬間に戻っちゃうからさ。だけどここは乱れてるから、陽陰がこう乱れるから術書きやすい。簡単に言うとね。で整っちゃうと書きにくいから、ちっちゃい術は書きやすいんだけど、大きい術は書きにくいとか、そういうのを見逃さないようにするのにそういう暦を使うと。なるほど。ですから特定に何日がこれだじゃなくて、僕らからすると乱れやすい瞬間が節と気なの。だからそこに合わせて実はやれ年を入れたりすると、そういう節目に使いますと。もう3月8日っていう意味じゃなくなっちゃいましたけど、3月20日。20日。いつの間にかね、術かかっちゃいました。そういう感じで、3月20日とかね、
はい、そういったところでは乱れやすいよねってとこから、もし必要あれば術かけて調整すると、そういう流れを作る、確認しやすい場所。じゃあその春分っていうふうに書いてあるから、そこからこう春が来るとかっていうわけではないっていうことなんですね。時期的に春が来るんでしょうけど、春が来るという意味で取ってるわけじゃないってことね。はい、単純にほら固有名詞よ、どこの時期なのか。はい、いや極端にすると当時から何番目でもよかったわけ。陽陰陽にでもいいわけだけど、そうすると術かけるよねってバレちゃうから、春分とか言うね、それっぽく名前つけただけ。そっか、もうすぐ春だって言って、そうですよねって言うのは、わーって技かける。そんな感じです。なるほど。はい、ありがとうございます。ちなみに、陰陽道的に2025年はこういう年になるっていうのはあったりするんですか？僕が知りたいですね。いや、あることある。だけど、かといってそのまま鵜呑みにするかどうかっていうのはまた話別だから、こうなるよねっていうのと、こうしたくないよねが交差している状態。いつもそれがそういうで、よくこの年はどうですかって言うけど、そういう話よく聞くんだけど、逆に言うとどういう時期にしたいんですか、どういう年にしたいんですかも大事。それぞれによって。それ言わないとさ、もう別に占い使うとか、そういったものって受け入れてくれるなら言いますけど、大体みんなそうは言ってもとか抗うでしょ。だから大事なのは自分の意識。自分がどうしたいのかっていうのが一番大事なんですね。そういった点でいくと、やっぱりちょっと正直言うと災害ちょっと多いかなと思って、みんな、あの手この手その手を使いながらあちこち今走り回ってます。この2025年は災害が多いんですか？どうしてもね、ちょっと暗示が多いから、その対策で走り回るかなって感じ。だから簡単に言ったら災害多いですって僕が今日言ってて、何も起きなかったらうまくいったんだなと思っていただければいいと思います。言っちゃったらその力強かったんだねっていうところかな。だから外すことも占い。外すこと？言ったことを。災害多いんです、そうなんですねって、そのまま勝手にやられちゃうのも尺でしょ。それを防ぐための行動だったりとかっていうのをしていくことで、分かってたんだったら対策を打つし、すごい予防策いっぱいあるの。で危機を大難を湘南にするっていうけど、皆さんあんまりそこまでね言葉で言ってても動かないのよ。思いつかなかったりするからね。だからこう聞いたんで外す活動しますってやってくれると一番嬉しいんですよ。悪い話ね。いい話はもっと増やしてほしいの。悪いとかそこの話をみんなそのまま信じるんじゃなくて、じゃあどうやって外せますかって言ったら、で一番いいのはそうは言っても最後はうまくいくっていう気持ちや念をいっぱい広めてほしいの。だって今年は特に言葉が現実化するんだから、悪い言葉で止めちゃうと現実化するでしょ。ということは悪い言葉聞いたとしてもいい言葉に変えてほしいの。災害あるんだけど大丈夫でしたとか、最後グッと変えてほしいの。だけど YouTube 界隈見てるとさ、なんか7月はどうのこうのいっぱい言ってんじゃん。いやみんな災害好きなんだねって思った。だって叶えたいことを喋ればいいでしょ。なのに災害好きなんだねって思って見てます。だから僕は災害嫌いなんで、必死で動いてます。じゃあ災害があるかもしれないけど、最終的にはそうじゃなかったっていう言葉にしていく。あるかもしれないけど、結果良くなるとかね。ゼロは難しいんだよ。だって雨降らないようにしてくださいって言ったら今度干ばつになっちゃうから。そうですね。だから程よくしてくれますよねっていう話。大雨じゃなくて実りの雨にしてくださいとか。地震があったらちょうどよかった、伐採したかったから切りたかった木が倒れてよかったとか、なんかそんな感じのいい感じで持っていってほしいなと思ってます。言葉ですね。言葉、本当に言葉で最後どうありたいか、自分が受け入れたい現実を最後に持ってきてほしい。じゃあ、今年大きく飛躍していくためにもその言葉がすごく大事っていうことなんですかね。今年とは限らないでしょ。ずっと。特に今年はちっちゃいところ、今までは大きい夢とか希望願望を
言葉にすると叶えやすかったんだけど、はい、今年は一言とか、はい、独り言でも叶えやすいのよ。ポロッと言って。だから毒吐けば毒が来るし、はい、感謝とかをすれば感謝も来るしって感じなんですよね。はい、それは、言葉に出さなくても自分の中でそう思っちゃう時とかっていうのは、まあできたら思っても最後グッと変えてほしい。変換する。じゃないとね、むっちゃ溜め込んでここがドヨーンとしたやついるの。私言ってませんって言いながら、はい、目が座っててさ、ここでふつふつしてるから、はい、そうじゃダメだよね。やっぱりさ、いやこういうことあったけどいい経験だったとか、はい、できる範囲でいいんだよね。そうそうそう。ぼやきでいいんだけど、最後ぼやいても最後、はい、結局良くなるよねとか。じゃあその言葉にする変換することによって自分の意識が変わることが大事っていうことなんですかね。まあ意識が変わってくると思うんだけど、まずは、止めない。自分が不本意だと思っている言葉で止めないのが大事。何月7月何日災害があるって言って止めているのが問題で、あるかもしれないんだけど結果良くなるとか、はい、そういう感じ。いい方に。いい方に。はい、いい言葉で止める。一番最後の言葉が現実化されるんですよ。はい。それまでは何を思ってもいいんですかね。そうですね。思わないが一番いいんだけどね。はい、だけど言っちゃうの仕方ないのよ。こう日々やってたらさ、はい、心ない言葉もらったりもするしね。だけどそれで笑ってたら怖いじゃん。はい。でもまあっていうことはあるけれど、なんか教えてくれたのかもねとかで最後止めるの。はい。分かんなきゃね。ただ最悪っていうかまあ無害化させる言葉でも全然いいんで、はい、それ止めちゃうの大事。よろしいでしょうかね。はい、気をつけます。頑張ってください。はい、本日のテーマは通りから見た2025年についてでした。サムライトレーニングチャンネルをご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、シェア拡散、ベルマークよろしくお願いします。